たった1年前までですよ。税金が払えない、社会保険料が払えない、借金負債が3500万、督促呼び出し、こういうのは全部1年で解決できちゃうんです。売上が2倍3倍になっただけでもすごいんですけど、脳の使い方を変えると桁が1個増えるんです。これは脳のなせる技です。マーケティング、ブランディング、仕組み化、リーダーシップ、テクニック、ノウハウ、方法論ではここまで出ないです。結果って使い方さえ正しければそれぐらい強力な結果が出るってことです。間違えると僕みたいに寝込んで借金数千万背負ってスタッフ全員いなくなってビジネスパートナーと音信不通になるんです。だから頭が痛いから痛み止めを飲むっていうのと、お金が足んないから税金払えないから銀行からお金借りると全く一緒なんですよ。対処療法なんです。根本的に脳の使い方変わってないから同じことを繰り返したんですよ。だから社長が自分の脳をアップデートしないのに優秀なスタッフ雇ったってそれやめていきますよ。社長のスペック悪いんですから。優秀なスタッフほど残んないんですよ。思い込み信じ込みに気づいたからやめられたんです。その思い込みを。集客、マーケティング、ブランディング、仕組み化、こういったものをやればやるほどどんどん業績悪化していったんです。やればやるほど。ところが脳の使い方変えただけで1年で全部解決してしまったんです。ただ表面的にいくらそうに考えればいいと思ってもそれやればやるほど悪化するんです。テクニック、ノウハウ、方法論っていうのはこれ全部行動レベルなんです。行動レベルでは何も解決しません。自分はどういう思い込み、信じ込み、刷り込みをしているかなんです。ここを変えないで対処療法をやっても良くならないばかりか悪化する一方です。僕みたいに脳の怖いのは悪化するってところなんですよ。ついてると思えてない人が無理についてるっていうとこれ悪化します。だからピンチがチャンスって思えてない人がいくら一生懸命そうやろうとしても悪化するだけです。こういう根拠もないポジティブシンキングプラス思考は今すぐやめた方がいいです。っていうかやっちゃダメです。ところが健康にはまればはまるほど悪化していったんですよ。どんどん悪くなってたんです。でも子供がいる、妻もいる、家族がある、会社もある。死ぬに死ねないんですよ。死んだ方が楽だと思ってる。僕はありとあらゆる健康を試しました。もう100種類以上。おそらく世の中にあるであろう健康法全部試しました。それで治んなかったんです。それに気づいた時に僕にとってこの43年間の苦しみの日々やコンプレックスがギフトに変わったんです。何だと思います？ストレスの正体。病気の9割以上がストレスって言われてるんですよ。じゃあストレスの正体何かって話なんですよ。去年の3月に出版を果たしたんです。これを一人でも多くの人に伝えたいと思って。健康になったら再現性の高い方法で誰でもできる簡単な方法でこの病気を治してそれを世の中に広めようと思ったんです。40年以上の原因不明の慢性的な下痢がピタッと止まったんです。僕はもっと驚いたのは健康だけじゃなくてその後にビジネスや人間関係もどんどん良くなっていったんです。もし医者、セラピスト、カウンセラー、ヒーラーがストレスの正体を知っていたら僕は40年間もこの症状で苦しまなかったんですよ。僕がこの本を出した理由って何かっていうとこういうテーマで本が出てなかったんです。ストレスの正体何か。ストレスの正体は本当これだけなんですよ。体調が変わって業績が変わって人間関係が変わって人生が変わっちゃうんですよ。社長の再教育、一緒にこれを広めていっていただけたら嬉しいなと